モカツ時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー116新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のキットガンダムアシュラ王を作っています。1993年に発売されたキット。今回は塗装その2キマイラの像の塗装パートです。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのゲームカラーでエルフィックフレッシュ。少しフレッシュっぽさもある白カラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのエルフィックフレッシュを下地に使いましたが、同じくベース塗装ではファレホゲームカラーのデッドホワイト、シタデルカラーベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかを用いています。伝説の大将軍編シリーズ第7弾。配色の複雑さもあり、シールはかなり多めです。メッキパーツは1つ、あとは白と赤の成形パーツ。シールに頼った色分け設定のキットだったので、塗装でカラーリングはなかなか先の思いやられるボリュームのあるペイント作業。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホ併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約80分でした。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。色分けの1色目は青です。シタデルカラーのベース、カレドールスカイです。青の成形カラーパーツはありませんので、白から青への色分けになります。ベースの白があり、塗装ガイドがあるので、問題なくペイントはできました。ここで銀色、ファレホのゲームカラーでメタリック、シルバーです。旗面、10面と塗装箇所がありました。銀の発色の強さはさすがです。下地も効いて一発で色が乗っていきました。ウエスキャノンの部分にシタデルカラー、レイヤー、エッシングレイを使いました。この辺りも下地の白が効いて一発で色が乗っていきます。旗面の目などに緑、ファレホのモデルカラー、ライトグリーンを部分的に使いました。ここで赤です。ファレホのゲームカラー、ブラッディレッドを使いました。色鮮やかな赤カラー。適度な粘性で重用している赤です。ガンダムアシュラ王はアルビオンの国主、正気ガンダムに代わって国王となったアシュラガンダムの新たな姿です。修行に訪れていた元武者フルアーマーガンダムである風神ガンダムを送りがてらアークの国へ立ち寄ります。機甲弾を打ち出す能力を備え、必殺技豪華降臨山を放てるほどに成長します。装備パーツであるキマイラの像はアシュラ王ら3人をパワーアップさせる強化パーツで、アルビオンに伝わる3つの獣の顔を持っている先人像です。正気ガンダムから領主の座とともに受け継がれます。キマイラの像も全パーツを過不足なく組める設定なので、高効率な構成となっています。新 SD 戦国伝伝説の大将軍編は武者ガンダムシリーズの第5作です。1993年から1994年に展開されました。
地上最強編の主人公らが引き続き登場し、 SD ガンダム外伝や SD コマンド戦記とのクロスオーバーも見られるのが特徴です。ストーリーはなかなか見応えがありました。そして金色です。シタデルカラーのベースレトリビューターアーマーを使用。 BB 戦士戦国伝のキットでは多用しているゴールド、粘性高く隠蔽力の強いカラーなので使いやすい。細かなところは極細筆を使い色をのせていきました。とにかくこのゴールドが今回のキットのペイント大半と言っても過言ではないくらいの塗装箇所です。本来のシール色分け対応のエリアを超えて、このパートでもほぼ全パーツに色分け箇所がありました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。仕上げに入ります。彫りのある白パーツには陰影をつけるため、シタデルカラー、コントラスト、アポシカリーホワイトを水で溶いて流し入れるように染め塗りしました。もともとの白赤の成形カラーをそのまま生かすパーツには、シタデルカラーのテクニカル特殊効果表現の塗料種からマットな質感に表面仕上げを変えるストームシールドという液体塗料を使いました。ハケで水で薄めてさーっと塗っていきます。塗装後のパーツは水性トップコート、ツヤ消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートではまずキマイラの像を組み立てます。この鎧が軽装形態に装着されるとガンダムアシュラ王になります。パーツは2色の成形、メッキパーツプラスポリキャップとスプリング、シールが付属。進化前の姿アシュラガンダムからは完全な新規造形です。フロントビューからリアビューがこちら。そして前回作った軽装タイプに武装してガンダムアシュラ王を完成しました。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー116新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のガンダムアシュラ王その2の塗装の今回は武装パーツキマイラの像を作りキットを完成させました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。